こんにちは。今回は次回以降のオープンベータテストに向けて総中根の新要素立ち回りを解説していこうと思います。はじめにおすすめの設定ですが私は R1、R2 の入れ替えと L2 入力で集中モードを切り替えにするに変更しています。そのため、右上の操作ガイドと解説に乖離がありますがご了承ください。では解説していきましょう。まず、ワイルズの総中根の基本的な流れとして虫で3色エキスを回収し吸収ためをしつつ、隙があったら吸収切りから飛天螺旋山を打つというのを繰り返していく流れになります。吸収ダメとは何ぞやという声が聞こえそうですが今作はため要素がいくつかあり、区別するために吸収切りと吸収付きのためのことを吸収ダメと便宜上呼ぶことにしてます。そっちの方が呼び方かっこいいし。次にエキス回収について解説していきます。エキスの効果についてはハンターノートに載ってますし、説明する人もたくさんいるので省略します。エキス回収の方法としてはいくつかありますが、基本的に R1 三角による回収がいつでもできてやりやすいと思います。操作方法として、R1 長押しで照準を出し、照準中に三角で虫を発射。当たった部位に応じてエキスを1色回収してくれます。そして、R1 での照準中に丸で虫を戻して自己強化できます。R1 長押しで照準をしっかり定めてから虫を出しましょう。次にワイルズから新モーションに総中ためが追加されました。これは虫照準中に三角長押しでため、三角を離すと虫が貫通攻撃を行い、当たった部位に応じてエキスを最大3色まで回収するというものです。この貫通してくれるというのが強く、レッダウのオレンジエキスのように回収しにくい部位にある時にも回収してくれるのでエキス回収は基本これで済ませるのがやりやすいと思います。エキス回収は基本これで済ませるのがやりやすいと思います。注意点としてエキスは4ヒット以上すると初めに回収されたエキスは上書きされ、最後に回収した3色になります。そして、同じ色のエキスも集めちゃうのでエキスが1色もない時などは貫通させる方向も考えましょう。また、今はワールドにおける右上バグのようなものがあり、虫があさっての方向に飛んでいってしまうことがあります。この対策としては回収したい部位にめちゃくちゃ接近するか、対象から離れて虫を出しましょう。ここで一つのテクニックとして、虫を出そうとして間違えて先に R1 を離してしまい、総中ためキャンセルをしちゃうことがあると思いますが、実はこの総中ためキャンセル意外と重要で、総中ため中に攻撃が来たので回避すると跳躍してしまうということが起こり得ます。こういう時に先に R を離して総中ためキャンセルすることで跳躍が出ないで回避できるので覚えておきましょう。2つ目は共闘攻撃によるエキス回収方法です。総中根は集中モードの時に虫が共闘攻撃してくれてエキスを回収してくれるのですが、3色集めてない時は三角と矢印丸による飛び込み切りの時に共闘攻撃をしてくれてエキスを回収してくれます。ただこれはかなり回収しやすい部位じゃないと思ったようにエキスを回収してくれなく、個人的には総中で回収した方がいいかなと思いました。最後に弱点集中攻撃による回収方法です。弱点集中攻撃は傷口ができた時に L2 での集中モード中 R2 で出せ、成功すると当たった部位に関係なく確定で3色集めてくれます。この時、3色強化中だと効果は上書きされないので注意してください。このエキス回収方法についてですが傷口による肉質なんかの効果は結構大きく、一度壊しちゃうと再度肉質はなんかしないので、個人的には傷が壊れそうな時やクソモーションが来てかつエキスがない時に使用してます。ここで弱点集中攻撃の小技としてモンスターが行動可能な時弱点集中攻撃が当たった時と虫による攻撃が当たった時で2回ひるませることができ、モンスターの行動を強制的にキャンセルできます。体力がやばくてクソモーションが来た時に役立つかもしれません。以上エキス回収方法についての解説でした。次に吸収切りについて解説します。操作方法は丸ボタンを長押しして吸収ため、光ったら丸ボタンを離すことで出せます。今作の主力技である飛天螺旋山につなげる重要な技で、基
本的に吸収ためをしながら三角ボタンでチクチクして隙があれば吸収切りから飛天螺旋山を出すという立ち回りになりますが、普通に手数もモーション値も高いので今後隙が少ないモンスターが出た時には単発で出すことも多くなると思います。また丸ボタンを押し続けると2段階貯めることができ、2段階目貯めると1段階目の 1.3 倍の威力になります。口述する飛天螺旋山でも重要になってくるので必ず2段階貯めるようにしてください。注意点として回避、跳躍すると貯め段階がリセットされ、1から貯め直さないといけなくなります。しかし、集中モードを切り替えた時には貯め段階がリセットされず、切り替えてる間も溜まります。これにより集中モードを切ることでため段階をリセットさせることなく、移動速度を上がりモンスターの攻撃を回避せずに避けることもできます。ぜひ使ってみてください。ちなみに赤エキスと色被ってクソ見づらいのどうにかしてほしい。その次に吸収付きについて解説します。操作方法は R1 で照準中に×ボタンで跳躍でき、跳躍中に丸ボタン長押しで吸収ため、光ったら丸ボタンを離すことで吸収付きを出せます。吸収付きは吸収切りと違って虫の追撃があり、引弾をつけることができます。これにより面白いコンボができるので後で述べたいと思います。今のところ吸収ためが跳躍することでリセットされてしまう上吸収切りより出すのが遅く、飛天螺旋山を出すのが遅くなってしまうので集中が出るまでは使いどころは少ないかと思います。そして今作の主力技飛天螺旋山について解説していきます。操作方法は吸収切り、月の後に L20、集中モード中は吸収後に丸ボタンで出せます。吸収ためを2段階貯めると飛天螺旋山の威力も上がるようになっており、この効果により主力技となっているので必ず吸収ためは2段階貯めるようにしてください。この技はエキスを全て消費することによって出せますが、この技も虫が追撃してくれるのでエキスを集めてくれます。3色集めてくれることもあるので普段から善行をして祈りましょう。それぞれ取れる部位から等しい距離にいると3色割りかし取ってくれるかなという印象ですが結構運ゲーなので、今回のダウでは代々が取りづらかったので胴体寄りで打つことで3色をスムーズに取るようにしてました。他のモンスターでも3色無理に取るより取りづらい色を取るように打つとエキス回収がスムーズになると思います。また、飛天螺旋山を打つ直前に虫がエキスを持っているとエキスを全消費した後にエキスを回収することができます。このことを利用して面白いコンボができるので後ほど紹介します。最後におすすめコンボについて解説していきます。一つ目は強化連続切り上げ矢印飛燕切りです。このコンボは縦に判定が大きく、横に小さめなので他の部位に座れづらいが、体高が高いモンスでも弱点に当たりやすいという利点があります。また、虫の追撃が全ての攻撃に乗っているため虫の火力やスタンも期待でき、今作は強化なぎ払いに虫の追撃が乗らないので、ちょっとした隙にはこっちをメインで使うことになりそうです。二つ目は吸収切り矢印飛天螺旋山です。吸収ためを事前に貯めておくことでできる、飛天を絡めるコンボとしては一番短いコンボです。三つ目は吸収ためをしながら、強化連続切り上げ矢印吸収切り矢印飛天螺旋山、最速で吸収切りと飛天螺旋山を出すコンボになります。吸収ためをすると同時に切り上げすると2段階溜まるのを待つため、切り上げからちょっと間を置いて吸収切りを出すことになります。しっかりハンターを見て2段階溜まったら出してください。4つ目は吸収ためをしながら、強化連続切り上げ矢印強化けさ切り矢印吸収切り矢印飛天螺旋山、吸収ための時間を最大限利用するコンボになります。5つ目は吸収ためをしながら、強化連続切り上げ矢印強化けさ切り矢印強化2段切り矢印吸収切り矢印飛天螺旋山、吸収ためをしながらできる最長のコンボです。強化2段切りの3ヒット目をキャンセルして吸収切りを出せるので間に合わなそうな時は活用してください。6つ目は吸収切り矢印吸収試しながら、強化連続切り上げ矢印強化けさ切り矢印吸収切り矢印飛天螺旋山。このコンボは吸収ためをしていた時にスタンが取れたり、ダウンした時に主に用いるコンボです。
7つ目は吸収付き矢印飛天螺旋山矢印吸収付き矢印飛天螺旋山。このコンボは吸収付きが吸収切りと違って虫の追撃があることが活用してます。吸収付きで赤エキス、飛天螺旋山で白、黄エキスを回収できれば吸収付きから飛天螺旋山を打った後に再び吸収付きから飛天螺旋山を打つというコンボができます。現状例、ダウのダウンに一番ダメージが出るコンボでしたので、製品版になり集中をつけられるようになったら吸収付きを早く出せるようになるので化けるのではと考えています。条件さえ揃えば何回も飛べて総中コンっぽい動きでかっこいいので個人的に一番好きです。コンボをどのように選択すればいいのか悩んでる方は例としてこれは間に合うからもうちょい長いコンボにしてみよう。これは間に合わなかったから短いコンボにしようなど色々試してみて自分なりにハマるコンボを探す。もしくは TA 動画を見て丸パクリするのもいいですし、真似した上でエキスを回収して遅くなったから短いコンボを選択するなど、今作は操作も難しく、反応速度も人によって違い、間に合わないことも多々あると思いますのでこれらの中から自分に合う方法を探してみてください。最後に今回の解説については1秒でもタイムを縮めたいソロでも狩れるようになりたいという方に向けたものです。また、研究が全然進んでないのもあり自分が述べたのが最適解かどうかもまだわからないので参考程度に考え、飛びまくるなり使ってて楽しいを一番に操作してみてください。以上総中婚の解説動画でした。初めての編集なのでここがわからないや動画が長いや改善してほしい点、ここが間違っているなどありましたらコメントしてください。ご清聴ありがとうございました。